今日は材料2つで炊飯器で簡単に作れるチョコレートケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は材料2つでさらに炊飯器で簡単に作れるチョコレートケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回は板チョコと卵、この2つの材料だけでチョコレートケーキを作っていくんですけれども、炊飯器で作る方法をご紹介していきます。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。板チョコ、卵、こちらの2つの材料で作っていきます。で、今回私が使用するのがロッテのガーナのブラックチョコレートです。こちらはね、お好みのチョコレートを使っていただいて OK です。卵のサイズは M サイズを使用します。これはね、L サイズでも大丈夫です。L サイズでも同じ分量で行ってください。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それでは下準備をしていきます。で、今回はこちらの3合炊きの炊飯器を使います。で、この炊飯器の釜の内側に薄くね、サラダ油を塗っておきましょう。もしくはね、サラダ油じゃなくてもバターとか、あと米油とかそういったものでも OK です。このように準備しておいてください。続いてチョコレートを細かく刻みます。今回私はまな板と包丁を使って細かくするんですけれども、手で細かく砕いていただいても OK です。できるだけね、細かくするようにしてください。はい、このように細かくしてください。細かくしたものはこういったね、ボウルに一度入れます。ではね、残りの2枚も同じように細かく砕いてください。それではボウルに60度前後のお湯を注ぎます。で、ボウルを上に置きます。チョコレートはですね、必ず湯煎で溶かすようにしてください。電子レンジで溶かす方法もあるんですけれども、チョコレート単品は電子レンジで加熱するととても焦げやすいです。なのでこのように湯煎でゆっくり溶かすようにしてください。では溶かしていきます。今回私はね、こう見やすいようにガラスボウルを使ってるんですけど、アルミとかあとはステンレスのボウルの方が熱の伝導率が早いので、そちらの方が早く溶けると思います。では溶かしていきます。はい、このように綺麗にチョコレートが溶ければ OK です。それでは使うまでね、このまま湯煎に当てておきます。続いて卵を白身と黄身に分けます。白身はですね、泡立てるので少し大きめのボウルに入れてください。はい、でこの時ね、辛さが気になる場合は取り除いてください。焼き菓子なのでね、そこまで舌触りとかにはね、あんまり影響しないかなと思うので、気になる場合だけ取ってください。はい、こんな感じで分けました。で、基本的に卵はね、常温のものを使うようにしてください。この後卵黄をチョコレートに混ぜるんですが、卵黄が冷たいと入れた瞬間にチョコレートがね、固まってしまう場合があります。なので必ずね、常温に戻したものを使用するようにしてください。で、逆にね、この卵白は常温ですとちょっとね、泡立ちにくいです。なので使うまでね、ちょっとの間なんですけれども、冷凍庫か冷蔵庫どちらでも OK です。入れて少しでもね、冷やしておいてください。それではですね、チョコレートを湯煎から外して卵黄を加えます。1個ずつね、加えていきます。そして混ぜましょう。でこの時にこういうね、辛さが気になった場合は簡単に取り除いてください。で、もう1回入れます。で、潰します。結構ね、こうボソボソして混ざりにくいんですが、徐々にね、こう柔らかくなってきます。では最後ですね、卵黄を加えます。そして混ぜましょう。またね、こんな感じであったら取り除きます。このように卵黄がしっかり混ざれば OK です。若干ね、この時少しね、ボソボソっていう感じになってるんですが、これはこのままで大丈夫です。それでは冷やしておいた卵白を泡立てていきます。ハンドミキサーの高速でピンと角が立つまで1分から1分半ほど泡立てます。今回私はこうやってハンドミキサーを使うんですが、手動のホイッパーでも OK です。その時はね、もう一生懸命もう泡立てるしかないので、ちょっとね、力はいるんですが、頑張って泡立ててみてください。それでは泡立てます。今ね、1分泡立てました。そうするとこのようにピンと角が立ちます。こんな感じ。
でこの時に泡立てすぎると今度はねボソボソになってくるので、泡立てすぎには注意してください。あとは低速で30秒ほど泡立ててきめの細かい泡にしていきます。はい、このぐらいピンと角が立てば OK です。先ほどよりもねきめの細かい泡になりました。手動のホイッパーを使う時もこのぐらいねピンと角が立つぐらいまで頑張って泡立ててください。それではこの2つのね生地を合わせていきます。まず1すくいチョコレートに卵白を入れてよく混ぜましょう。これは2つの生地の柔らかさを揃えるためにこっち側に入れてよく混ぜてます。1回目はねこうやってしっかりめに混ぜるようにしてください。はい、そうするとねだんだん生地が緩まってきます。でまた1すくい入れます。2回目からこうふわっとねこう切るように混ぜていきます。はい、で卵白の筋がなくなったらもう一度1すくい入れます。でこれもまたね切るようにふわっと混ぜていきます。そこからねこうすくい上げるようにくるっとゴムベラを返して混ぜていきましょう。でこのぐらい最後ねちょっと筋が残ってるぐらいになったらチョコレートの生地を入れます。これは混ぜムラを防ぐためです。はい、であとはですねゴムベラで最後もふわっと混ぜていきます。下からこうやってすくい上げてあとはねこう切るように混ぜます。はい、このようにしっかりと2つの生地が混ざれば OK です。硬さはこのぐらいです。タラタラタラと生地がつながって流れ落ちるぐらいですね。それではね用意しておいたこちらの炊飯器に生地を入れていきます。流し込んだら最後竹串でぐるぐるぐるっとやって表面を平らにします。これで OK です。だいたいね1号ぐらいのあたりの目盛りまでいくかなと思います。ちょっと炊飯器の形によってちょっと変わってくると思います。ではねこちらを通常炊飯していきます。炊飯器にセットしました。そしたら蓋をします。通常炊飯していきます。はい、このままスイッチを押します。で私の炊飯器は1回でね、60分になってます。1回ね音が鳴るまでこのまま炊飯します。様子を見てまだ焼けてない時はもう一度炊飯します。炊飯器の炊飯する回数はお持ちの炊飯器によってかなりね変わってくるかと思いますので、生地の様子を見て判断していただけたらと思います。それではこのまま1回炊飯していきます。はい、こんな感じでもうねできてる感じがしますね。じゃあね一応ねこう竹串で1回チェックします。スーッと差し込んで、はい、こんな感じで生の生地をねついてこなければ OK です。でそしたらこの釜だけ取り出します。はい、こんな感じです。でこのまま一度粗熱を取ります。で粗熱を取るときはこのように上にキッチンペーパーなどをかぶせて乾燥させないように粗熱を取ってください。はい、粗熱が取れました。粗熱が取れると炊飯器のこの縁とケーキの間に隙間ができます。こんな感じです。このぐらいになれば OK です。それではね取り出します。まず何でもいいのでお皿をかぶせてくるっと裏返します。よいしょ、じゃじゃん。はい、こんな感じに仕上がってます。ちょっとこの私の炊飯器でもねこう底についちゃったのでクッキングシートをねそこに敷いていただくのがいいかなと思います。じゃあねちょっと表を逆にしましょう。であとはですねこちらを冷蔵庫で半日ほど冷やしてください。そうするとケーキの生地がギュッと締まってとても濃厚で美味しいケーキに仕上がります。で冷蔵庫で冷やす時は粗熱がしっかり取れたことを確認してラップをしてそのまま冷蔵庫で冷やしてください。はい、半日冷蔵庫で寝かせました。こんな感じに美味しそうにしっとりとした仕上がりになってます。それでは最後ねこちら分量外ですがトッピングで粉糖を上にかけたいと思います。こちらはお好みで OK です。はい、これで材料2つでさらに炊飯器で簡単に作れるチョコレートケーキの完成です。しっとりとしたチョコレートケーキに仕上がってます。それではね切りたいと思います。はい、断面はこんな感じでギュッとしっとり濃厚なケーキに仕上がってます。
それでは早速いただきたいと思います。おー、しっとりですね。いただきます。しっとりですごく濃厚です。で、甘さもねちょうどいいですね。材料2つで作ったとは思えない美味しさです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコレートケーキのポイントです。まずですね、今回はたったの材料2つで、さらに炊飯器でね、手軽に作れるレシピをご紹介しました。で、今回私が使用した炊飯器は3合炊きのものになります。だいたい2、3センチぐらいかな。そのぐらいの厚みになります。ちょっとね、炊飯器の形によってもね、高さは変わってくるかなと思います。5合炊きの時は、卵を4個、そして板チョコを4枚使って作っていただくといいかなと思います。生地を作る時のポイントです。まず生地を作る時の卵なんですけれども、必ず常温に戻したものを使用してください。卵が冷たいとチョコレートと卵黄を混ぜた時にチョコレートがね固まってしまう時があります。なので必ず常温に戻したものを使用するようにしてください。で、チョコレートなんですけれども、今回私はガーナのブラックチョコレートを使用しました。こちらはお好みのチョコレートで作っていただいて OK です。そして卵白を泡立てる時のポイントです。卵白は今回お砂糖とかも入れていないので、泡立てすぎるとだんだんボソボソっとした卵白になってしまいます。なので泡立てすぎないように、ピンとね角が立ったら、あとは低速で30秒ぐらい泡立てて、きめの細かい泡にしていただけたらと思います。そしてチョコレートと卵白を混ぜる時なんですけれども、結構ねチョコレートの方が硬いので、少しずつ卵白を加えて生地をだんだん柔らかくして、最後ね、卵白の方に生地を入れて混ぜるようにしてください。で、あとはもうね炊飯器に入れて、スイッチを押すだけなのですごく簡単です。炊飯時間に関してはお使いのね炊飯器によっても時間が変わってくるかと思いますので、表面が乾いた状態で竹串を刺して生の生地がついてこなければ OK です。ちょっとねポロポロっとした生地がついてくる時はあるんですけど、生っぽい生地じゃなければ OK です。あとはですね、このチョコレートケーキは冷蔵庫で半日ほどしっかり冷やしていただくと、すごく濃縮されてとても濃厚なチョコレートケーキに仕上がります。すぐ召し上がっていただいても大丈夫なんですけれども、ぜひ半日置いたチョコレートケーキも召し上がってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は材料2つ、そして炊飯器で簡単に作れるチョコレートケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。